こんにちは。始まりました。お便りラジオ。お便りラジオとは僕が運営しているファンクラブ、会の隣で募集したお便りにご返答していくラジオです。お便りは現在ファンティア限定コンテンツとなるためご了承ください。今回は第7回ということで、2026年の7月にいただいたお便りにご返答させていただきます。今までこのラジオはね、もう一個のチャンネルの方で投稿してたんですけども、今月からこのメインのチャンネルの方で投稿していくことになりましたよ。なりましたよ。河合のこれはこっち、あれはあっちっていうこうまとめたい欲とごちゃつくかなと思って分けてた部分があったんですけど、もうあっちこっちね、増えすぎてもあれだからね、まとめちゃおうということで、もうごちゃついてもまとめイエーイ。概要欄に再生リストを貼り付けれたら貼り付けたりしてまとめておくので、過去の分もよろしくお願いします。ということで読んでいきましょう。お隣ネーム、床に落ちたレモンさんより、可愛いってちょろいなぁと思ったエピソードがあれば聞いてみたいですとのことで、ありがとうございます。まあチョロさんにもいろいろあるとは思うんですけど、例えば有益な情報とかももう聞かれたら全部言っちゃうとか、自分がめっちゃ頑張って勉強して学んだこととか、そういったものを、例えばあんまりこうやってこなかった友達に教えてよって言われたら、もう時間を惜しまずに教えます。でそれで相手がちゃんと聞いてなくて、なんか数日後とかまたなんか知りたいっていう機会があった時に、頼られた時にまた同じように教えます。でそれを何回も繰り返しちゃうんだね。夜中の何時に教えてみたいな感じで言われて、その時間に待ってたけど一向に現れずに寝てたっつって3時間後ぐらいに連絡してきた時も教えたよ。てかあなたに限っては時間通りに来たことの方が少なかったよね。あなた本当にどうなってるんですか？おかしいよね。そんなことを言ってもあなたはいつも半笑いですまんって言うだけでしたよね。で最後本気で勉強したいって言うから、学校終わった後放課後に教室へ残って勉強会したこともあったよね。あれは身についたのかな？先生その辺わかんないけど、頼られたらもう頼られるしかねえんだ。まあその人の人柄が良かったからっていうのもあるし、自分の好きな分野だったからっていうのもあるけども、結構だらしのない人の面倒を見ちゃうなっていうとこはありましたね。あれだな、おだてられるともう全部言っちゃう。例えば河合くんのあれすごいよね、あれどうやってんの、どうなってんのみたいに聞かれたら、その情報がお金を取れるくらい価値のある情報だったとしても、もう言っちゃう。そう。だから情報商材とか向いてないと思うんで。うん。言っちゃうから。で、あと、恋愛関係のことで言うとさ、子供の時から興味示されると、いいかもって思っちゃうわけよ。え、あの子俺のこと好きなのかも。いや、そんなことない、そんなことない。考えすぎだよ。何俺考えてんだ、キモいな。キモいキモい。みたいなね。だから、すごい自制をしてきた人生だったよね。で今は逆にその自制レベルが高すぎて、そのちょろいっていうこの何これ感情を支配しちゃってるんですよ。でそれがこの近年良くないなって思ったりしてます。もっとこう本能的に出来事に対する感情とか自分の反応を処理してった方がいいのではないかと
思ったりもしています。あれ待って。つまりどういうこと？可愛いちょろくない？あれちょろくないってことになってるかもしれない。もしかしたら。何かこう出来事があって、それに対してこうちょろい反応が起きまして、で、そのちょろい反応からビーってこう伝達されて、磁性フィルターを通ってこう行動に移すわけなんだけど、今フィルターが濃すぎてちょろくないということになっております。ただ元をたどればもうちょろい反応は起こってるわけだから、これはね、可愛いはちょろいんだわ。可愛い中ではちょろいけど、傍から見るとちょろくないんだよ。これ、ややこしいよ、これ。厄介な問題だよ。まあでもいずれにせよ、やっぱバランスって大事だと思うんでね。磁性フィルターをつけたり外したりしながら、ちょろかったりちょろくなかったりしながら、生きていきたいと思います。あれ？お隣ネーム、スイカ割りしたいさんより、河合さんこんにちは。はい、こんにちは。河合さんにも、ここだけは自信ないなぁと思うコンプレックスはありますか？あった場合、克服したいと思いますか？それともありのまま自分の個性として受け入れる派ですか？ちなみに私は小さい頃からあるそばかすがコンプレックスです。色白なんだけどね。とのことでありがとうございます。コンプレックスがあるかどうかについてなんですけども、もちろんありますよ。それはもう目に見えるものから見えないものまでありますよ。で、その中で克服できるものはしたいと思うし、できないものは個性として受け入れるかな。他人からの見え方とか気になっちゃうかもしれないけど、他人は他人で己のコンプレックスがあるんでね、そこまでこっちのこと気にしてないんじゃないかなと思います。それにむしろあなたのそれがいいよ、好きだよっていう人もいるしね。だからもうこうやって生まれてきたんだからしゃあねえだろう、そのコンプレックスも含めて俺なんだよって言い聞かせて、別の部分、なんか自分の好きな部分だったり得意なこととか、好きなものとか何でもいいよ、そういうとこを伸ばしていけたら、そのコンプレックスがいいスパイスとなって人として魅力的になっていくんじゃないかなと思います。仮にさ、人間のコンプレックスが全てなくなった世界があってみんなほぼ同じじゃない？きっとわかんないけど、おもんなさそうじゃん。お隣ネーム、カップルの絵文字さんより、彼女ができたら記念日は毎回何かするタイプですか？とのことでありがとうございます。誕生日はもちろんお祝いします。で、付き合って何ヶ月記念とかはやんないです相手がやりたいって言うんだったら、軽くやるかもくらいですかね。お隣ネーム、猫さんより、彼女さんには好き、かわいいをたくさん伝えたい派ですか？あまり言いたくない派ですか？あえて伝えない派ですか？とのことでありがとうございます。相手とのノリによるかもしれない関係性、どんな人かにもよるかもしれないけど、何の注文もなければ思った時に言うかな。その強く思った瞬間とか、めっちゃ伝えたいなとか、あんま言いたくないなとか、そういう考えとかはないです。でも定期的に好きな人には好き、可愛いには可愛い、ね、伝えた方がいいなって思う瞬間があるから、そういう時に結構言っちゃうかもな。うん。お隣ネーム、匿名さんより、河合さんこんにちは。はい、こんにちは。Steam のポイントって何に使ってますか？何に使うのが正解なのかよくわからず、一度も使ったことがありません。でしたが、このお便りを送るにあたって、
初めて使ってみました。何でもよかったので、サマーセールアイテムだった背景を買いました。こんな感じか。おすすめや最近これを買ったみたいなものがあれば教えていただけると嬉しいです。とのことでありがとうございます。なんとかわいい。お恥ずかしながらこのお便りをいただくまで Steam のポイント何に使うのか知りませんでした。なのでこれをきっかけに、ポイントをね確認してみたんですけど、なんと8万ポイント近くあったのでいろいろと買ってみました。所有するゲームのところからいろいろ見てたんですけど、リトルキティビッグシティの動くアバターとか背景とか可愛かったんで買ってみました。あとステッカーもね、これチャットで使うのかな、チャットしないからわかんないけど買ってみました。使う機会あるかな、どうかな。ぜひ確認してみてください。リトルキティビッグシティのポイントアイテム、これねすごく気に入ると思いますよ。うん。お隣ネームつけひげの絵文字さんより、手書きじゃない AI のファンアートを送られるのはあり派ですか、なし派ですか？最近 X でよくその話題を見かけるので気になりました。とのことでありがとうございます。ありかなしかと言われたらなしですね。反応に困るし、めっちゃ河合のことを AI に学習させてるんだと思うと、気分は良くないですよね。で、やっぱ河合はクリエイター至上主義というか、自分の手を動かして想像力とかこだわりとか思想とかそういったものを苦しみながら、下手くそでもいいからなんとか形にしてね、作品に落とし込むから感動できるわけですよ。もうめっちゃ割り切って、いやこれは芸術じゃない、ビジネスだ、割り切るんだったら AI アートとかね、そういったものもいいんだっていう見方もあるかもしんないけど、気持ちが大事なファンアートで1から10まで AI に任せましたはいただけないかなと思います。で、全部ではなくて一部のこう誰がやっても同じようになる作業的な部分とかだったら任せてもいいのかなとも思ったりします。イラストにそういう部分があるのかはちょっと会話はわかんないのであんま変なこと言えないんですけど、例えばメインのイラストは自分で描いたけど背景は何でもいいから AI に頼みましたみたいな、そのくらいだったら、河合のファンアートに関しては OK かなって思います。何にせよ LINE があるっちゅうことですな。で、その LINE をわかんねえよって思うんだったら、もっと自分の手で作るべきだよね。と、この後もいろいろ話したんですけど、ちょっと芸術方面に話が寄りすぎてしまったので、カット。お隣ネーム、匿名で送りたいけど名前が決まらないんだよさんより、河合くんこんにちは。はい、こんにちは。私は私が嫌いです。自分をありのまま受け入れたり、好きになることってすごく難しいです。人生の中で最も長い時間を共に過ごすのが自分自身だからこそ難しいのかなと思います。それでも仲良くしてくれるお隣さんたちの言葉や存在によって、無価値と決めた自分の中にも大切にした方がいいものがあると気づくことが時々あります。嬉しいね。本当に感謝だね。そんなつながりを作ってくれた河合くんにも感謝だね。ありがとうございます。河合くんは誰かとの関わりの中で自分では気づいていなかった長所に気づいたことはありますか？河合くんはすごくすごくすごくたくさんいいところがある素敵なメロ男だから、少し考えただけでもいっぱい長所を思いつくので、それ自覚してなかったんだってびっくりしたいです。もし思い浮かばなければ好きな猫の鳴き方を教えてください。とのことでありがとうございます。誰かとの関わりの中で長所に気づいたり短所に気づいたり、両方あるね。
てかむしろそういうのを気づかせてくれるのが周りなのかもしれないですよね。人との関わり方で悩んだ時期がありまして、その時は自宅に帰りながら反省会、帰宅して座って反省会、シャワー浴びながら反省会、自分とは何か、どうやって自分と付き合っていけばいいんだ、そう考えることもありました。そうして行き着いた先に得た結論、無です。おっしゃる通り、人生の中で最も長い時間を共に過ごすのが自分自身なんですよ。そして自分自身からは逃れられない。生まれた瞬間から死ぬまで、この魂と側は強制的にニコイチギャルピースなんですよ。それなのに、はい、自分のこと好きになりましょうなんて普通できないでしょ。だって今まで何千何万、何十万、何億、何兆といろんな人などに出会ってきて、ずっと自分が好きな相手、自分を愛してくれた相手、まあそうそういないでしょう。だから河合は自分のことを好きになる必要はないと思う。でも逃れられないから受け入れるしかねえんだ。そんな存在を嫌ってても仕方ない。無駄の無。で、人間って自分のことが一番理解できないんですよ。他人のことは分かった気になれるんですよ。自分の物差しで測れる。あの人はああいう人だよね。それで終わり。でも自分のことは計り知れないんですよね。ああかなこうかな考えたとしても、時間が経ったら、え本当にそうかな、いやあれ違ったなって考えが変わってくる。他人がした失敗は笑って流せるけど、自分がした失敗はうわもうやっちゃったよってめっちゃ落ち込む。プラスの感情もマイナスな感情ももうずっとブワーってもうダイレクトで湧き上がってくる。それもこれも流れる時間を共にしてるからですな。まるで自分って宇宙だね。無限の無。ちょっと河合くん、自分のことを好き嫌いするのが無駄で自分のことが一番理解できない存在ってことでしょ。何それわけわかんないんだけど、宇宙人ってこと？うん、正解。あなたは宇宙人です。そしていつも心の中には宇宙が広がっています。その宇宙の中には何もありません。虚無です。さあイメージしてください。目を閉じて。あなたは果てしなく続く宇宙に一人。ふわふわ、ふわふわと浮いています。あなたの眠りを邪魔するものはどこにもいません。しばらくして遠くの方から一人の男性が近づいてくるのが見えます。そしてあなたの隣までやってきて、男性はこう言いました。あ、どうも、河合です。じゃじゃん。とりあえず、セックスしますか。そしてあなたは快諾し、気持ちええセックスしたんやろうな。めっちゃええやん。うん。このように、無駄を諦め、無限を受け入れ、無の状態になったとき、自分の価値は勝手に他人がつけてくれる。親でもおじいちゃんでもおばあちゃんでも、ペットでも、兄弟でも友達でも、お隣さんでも、可愛いでも、自分のことを大事に思ってくれる人、そういう人たちの存在に気づけるようになると思うよ。大事な人の大事なものは大事にしたいよね。それがたとえ自分であってもな。河合はお隣さんのことをマジで大事だと思ってる。河合の誇りだって言ってるからね。
はい、みんな自分のこと大事にしなさい。はーい。よし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 。あーしよ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 し。好きな猫の鳴き方はリラックスしてる時のって感じのやつ。あーしよしよしよし。あーしよ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 し。今次の日です。あの、収録を今回は数日間に分けてやっているので、回答ごとにテンションの違いがあるかもしれません。よろしくお願いします。ちなみに今3日目です。お隣ネーム、ニコニコさんより、河合さんこんにちは。はい、こんにちは。月末配信でコスプレ用のマスクの話を聞いていろいろ見ていたのですが、どうやら私はペストマスクが好きなようです。強い魔法を使ってきそうなところ、どんな表情か分かりにくいのもドキドキします。河合さんは普段なかなか見られない装飾品や服装でドキドキするものはありますか？とのことでありがとうございます。着る側じゃなくて見る側ということですよね。だとしたら割と何でもドキドキしちゃうかもしれないな。写真じゃなくてリアルでこう目の前に現れて二人っきりで見ていいよって言われたらやばいね。何でももうドキドキしちゃうわ。てかムラムラしちゃうわ。まあそういうシチュエーションが日常にないからっていうのが大きいだろうけどね。獣耳とかつけてほしいな。うん、可愛いもいっぱい持ってるから選んで着せたいね。てか、あれだな、持ってる衣装の中で選ぶってなったら、YouTube にも上がってる可愛いカフェのピンクの耳ついた衣装、クロワッサン作ったやつ。あれ可愛い。いろんな衣装着てくれるよって方は、ぜひ連絡待ってます。お隣ネーム、ベロキラペトルさんより、河合さんこんばんは。はい、こんばんは。グッズの販売、とても嬉しいです。一生懸命考えてくださりありがとうございます。今後、グッズのお渡し会など開催される可能性はありますでしょうか？お答えいただければ幸いです。とのことでありがとうございます。世の中にグッズのお渡し会というイベントが開催されているのを今知ったんですけど調べてみた感じ、グッズを直接お渡しできるオフラインイベントみたいな感じかな。オフラインイベントに関しては前々からねやりたいなと言いつつもこう後回しになって計画もあまり進んでいなかったんですけど、なんとか今年中にはねやりたいな。でその時にこうグッズとかも用意できればいいなと思います。で個人でやるのは初めてなのでめっちゃ小規模でやって勝手が分かったらもうちょっとこう徐々に大きくできればしていこうかなという感じです。お隣ネームお隣さんより、河合さんこんばんは。はい、こんばんは。河合さんの優しいところや穏やかなところが好きなのですが、ご自身ではどんなところが一番自分らしいと感じていますか？あと最近誰にも言ってないような小さな嬉しかったことがあれば教えていただけると嬉しいです。とのことでありがとうございます。これはね、考え出すとまた難しい話で、いろいろね、ああかなこうかなと考えてはいたんですけど、結局、朝サンドイッチを食べてカフェオレを飲みたくなる。そんな自分が一番自分らしいかも。想像してた感じと違ったらごめん。あと、おっぱいに溺れたいです。そして最近あった誰にも言ってない小さな嬉しかったことは、季節に合わずテーラードジャケットを買ったんですけど、それが良かった。
お隣ネーム、匿名さんより。正直な話、乳首がピンク色の人って本当にいるんですか？いつか出会いたいのですが、見たことがありません。男も女も。幻想を抱くのはやめた方がいいんでしょうか？とのことでありがとうございます。幻想を抱くのはやめた方がいいとは河合は思わないです。幻想は抱いていいと思います。自由にイメージできるのが幻想の良さですから。で、乳首がピンク色の人がいるかどうかの話をすると、河合はいると思いますよ。特に海外の方行くと結構いるんじゃないでしょうか。地域によっては。例えばロシアとか、そういうところはピンクの人のイメージがありますね、河合は。で、日本人でっていうのであれば、かなりレアっちゃレアかもしれないですよね。いないことはないんじゃないかな。なんかこう、ピンクにするクリームとかありますしね。なんかそういうのケア頑張ってる人とかはピンクになるかも。うん。あとは、なんかおばあちゃんがロシア人ですみたいな人とかわかんないけど。うん。ハーフとか、クォーターとか、ファンナゴッタとか。まあ、いずれにせよ、乳首ピンクの人、可愛はいると思いますよ。だから、応援してます。見つけた時は教えてください。出会えたよって。ファイトー。お隣ネーム、真顔の絵文字さんより。セフレいますか？もしくは欲しいですか？具体的な条件とかありますか？とのことでありがとうございます。セフレがいるかいないかの話ってしてメリットないんですよ。いるって言ってもいないって言ってもって思う方いるだろうしね。そして河合自身もこういった活動しておきながらですが、セフレいますとかいないですとか言ってなんかこうひけらかすみたいなのが嫌なんですよ。だから今までも言わなかったし、今後も言わないよ。けど、今回はもう、せっかくだからね、腹割りトークしますわ。で、一旦、保身のために定義づけをします。まずこの話題に関して、この話題のすべては、今、録音している2026年8月時点での状態ね。だから今後は知らない。仮に今後なんかあったとしても、あの時ああ言ってたじゃないかって言わないで。今後のことを決めちゃうと、このね、自由な状態が崩れちゃうので、ね、顔がおかしくなっちゃう。そして、セフレの定義。これはインターネットで調べた情報によると、平均的に2週に1回から月1回のペースで定期的に会ってエロいことする人のことを言うらしいですね。まずセフレがいるかどうかですが、いないです。なんと、いないんですね。死活問題です。助けてください。で、欲しいか欲しくないかで言うと、欲しいっていう気持ちはあります。が、いないんですよ。それがなぜなのか、今日はそれを紐解いていこうと思います。理由1、活動を始めてからそこに避ける時間がそんななかった。投稿本数が多かった時期はもう言わずもがななんですけど、それから投稿本数をね調整した後もなんやかんや別のことを詰め込んじゃったり一人の時間に当てちゃったりしてそこまで時間取れなかった。で、そういう意味では最近だよね、本当に余裕ができ始めたのって。グッズとかも作れるようになったし、友達との関わりも増えたし、まあセフレどうのは置いといていい状態だなとは思います。理由に、お隣さんの中で嫌がる方がいるんじゃないかなとどっかで思っていたから。まあエロ配信者とはいえど疑似セックスというコンテンツを生み出してしまい、恋人シチュエーションの作品もあるので、そういうセフレの話とかは、いたとしても取り扱ってほしくないよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですね。
で、河合も、嫌がる人がいるんだったら良くないかなと思う気持ちがある反面、エロ配信者なのにプライベートでエロやってないってやばくねって思う気持ちも同時にあるんですよ。で、きっとエロ配信者としての正解は、こういうことを公表せずにセフレをバンバン作るっていうのは正解だと思う、マジで。その方が経験が積まれるし、作品作りも良くなると思うんだよね。でもっと言えば、見た目も気使うし、かっこよくもなると思う。で、それをやってこなかった河合。逆に、この今までの自力で活動始まるまでの蓄積で、ここまでやり続けたっていうのを褒めてほしい。素晴らしい。いやー、河合くん、エロい才能あるな。そんなことも言っておりますが、そういったせめぎ合いがあって何が正解なのかなっていうのを悩んでたっていうのはありますね。そして最後、3つ目の理由。これは条件を聞かれているので、オフパコについて一旦話すんですけど、オフパコしたいって言ってくる人の本気度が足りない。そもそも、そうやってエッチしたいですって言ってくる人の9割が顔も見せずにステアカで DM に来るんですね。そんなノンリスクな人と対等になれるわけがない。これは河合に限らずだけど、配信者側はもうずっとリスクがつきまとうんですよ。さらされたらどうしよう。怖い人が来たらどうしよう。言ってた条件じゃない全然違う人が来たらどうしよう。例えば、20歳の女子大生ですって聞いてたのに、35歳のムキムキのお兄さん来たら怖いじゃないですか。で、最近なんかは、仲良くオフパコできましたっていう後でも不同意性交とかね、なんかいろいろ言われたりしたら、もう大変ですよ。で、大半の人は、いやいやいや、そんなこと自分はしないよって思ってると思うんですよ。でも、それを口で言ったって配信者には伝わらない。だから、できる限りのリスクを背負ってねっていうことなんですよ。顔写真も1枚じゃなくていっぱい送った方がいい。住んでるところや年齢はもちろん、仕事とかまで話した方がいいよね。そうやってできる限り自分の情報を相手に渡して信用させると、かなり会いやすくなると思います。いや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 、そんなこと言ったって可愛い。写真とか送ったらこっちだってさらされるかもしれないでしょ。もしそんな風に思うんだったら、そもそもそんなに信用できない配信者と会おうとすべきではない。河合はそう思います。で、河合にもね、そうやってリスク取って写真いっぱい送ってくれたり、自分の情報を開示して積極的にね、アプローチしてくださった方がいました。で、ぶっちゃけ河合の下半身も会いたがってた。終わってる。終わってる表現してしまった。終わってるけど、今回話した理由1と2のコンボによってね、長期間身動き取れない時期と被ったりしてね、なんだかんだね、今に至るんですけども、あんまりそういう部分に対して理性的すぎるのもバランス良くないなとも思うんですね。だから今後はもうやってやりまくろうやりまくるかもしれないですからね。はい。それはわかんないですから。とりあえず薄暗くてタバコ臭いクラシックなカフェにナンパしに行きます。それでは以上、お便りラジオでした。また、ご質問ご相談、話してほしい話題などございましたらどんどん送ってください。ご視聴ありがとうございました。またね